皆さんこんにちは、うりです。今日は2024年の私的ベストブックを紹介していきたいと思います。部門ごとに紹介していきたいと思うんですけど、まず小説部門で、小説は私はいつも読書記録として星5つで自分的な評価をつけているんですけど、2024年星5つだった小説を紹介していきたいと思います。まずこちら、凪良ゆうさんの作品です。私は2024年になって初めて凪良ゆうさんの作品を読んだんですけど、ドハマりしてしまって、こちらの4冊を2024年は読んだんですけど、もう全て良かったです。心理描写だったり、情景描写だったり、物語の展開だったり、そういうのが私にとってドンピシャで、内容もすごく引き込まれるし、結構心にグッとくる表現とかも多くて、すごく出会えてよかったなと思える作品たちでした。で、ここにある4冊、汝星のごとく、星を編む、滅びの前のシャングリラ、流浪の月があるんですけど、この中で1冊選ぶとしたら、私は、こちら流浪の月を選びたいと思います。全部良かったんですけど、特にこれが好きだったかなと思います。話としては、ある男女の出会いとその後を描いているんですけど、お互いそれぞれ違った傷とかトラウマとかを心に抱えている男女で、恋愛ではないんですけど、お互いのことを誰よりも大事に思ってるみたいな、そういう2人で、私は結構そういう恋愛じゃない言葉では言い表せない関係性の2人みたいなのがすごく大好きで、なのでこれは本当にドンピシャでした。そういう関係性に惹かれる人は絶対読んでほしい作品です。そうじゃない人でも楽しめます。そんな感じですね。はい。って感じで、まずこの4冊なんですけど、次はこちら、川上美恵子さんの夏物語です。川上美恵子さんの小説は
結構文体とかリズムとかが独特、私はあまり読んだことのない文章だなと思って読んでるんですけど、関西弁の口調の文章もすごい癖になるし、もちろん内容的にもこの小説はこの世に生まれることへの問いみたいなのを突き詰めて書いている作品で、誰しもなんで生まれてきたんだろうとか、生きる意味ってなんだろうみたいなとこって考えたことがあると思うんですけど、そういう問いに真摯に向き合った作品なんじゃないかなと思います。なので結構真に迫るような部分があったり、切なかったり苦しかったりもするんですけど、ちょっとした独特のおかしさみたいな、面白さみたいなのもあったりして、すごい良かったです。ちょっと語彙力があんまりないのでうまく話せないんですけど、これちょっと長い厚めの文庫なので、長めなんですけど結構スラスラ読めてすごい面白かったです。はい、そんな感じですね。続いてはこちら、久保みすみさんの晴天の迷いクジラです。こちらは私久保みすみさんの作品も大好きなんですけど、その中でも特に好きな作品です。好きな作品になりました。これは人生につまずいている3人が出会って、つまずいてるというかもう人生積んでるみたいな、もうこれ以上は生きていけないくらいに思ってるような3人が出会って、ひょんなことからクジラを見に行くことになるんですが、そこでそれぞれの苦しみだったり葛藤だったり、そういうのが本当に生々しく描かれていて、読んでて結構苦しいなっていうところがあったりもするんですけど、人生のままならなさみたいなのをすごい感じて、でも最後はその希望の光が差すところまで丁寧に描かれていて、生きるのって苦しいけど生きてみようかなみたいな、そんな気持ちになれたような気がします。私は久保さんはそういう人間の切実な苦しみとか、もう本当にギリギリの感情みたいなのを書くのがうまいなって思っていて、私は結構そういう苦しいなって思いながらもどこか自分でも分かるっていう部分があったりするような文章が好きだったりするので、そういう意味でもすごく好きな作家さんで、これは特に好きな作品でした。はい、続いてこちら町田園子さんの作品です。夜空に泳ぐチョコレートグラミーと 52Hz のクジラたちです。ちょっとさっきとクジラ続き、偶然にもクジラ続きなんですけど、町田さんの作品もわかるなみたいな、グッとくる辛さみたいな表現が結構多くて、私の好みにすごくドンピシャな作品でした。町田さんの作品の特徴だと思ってるんですけど、もちろん物語とか心理描写、情景描写とか全て素晴らしいんですけど、物語の構成みたいなところがすごく巧妙に組み立てられていて、こことここがつながってるんだみたいな、すごい鮮やかなんですよね、物語の組み立てが。構成がすごく面白くて、かつ自然で、すごく読んでて楽しい部分があるなと思う作品たちですね。結構この2つもそれぞれ孤独や悩みや不安を抱えた人たちがたくさん出てくるんですけど、それぞれの苦しみが手に取るように
わかるし、その中でこうもがく人たちの切実さとそれゆえの美しさみたいなのがすごく感じられて、私は結構そういう、さっきから言ってるんですけど、そういう作品が大好きなので、この2つもすごくドンピシャでハマりました。すごくおすすめです。ということで、この2、4、6や8冊が去年読んだ中で私的に星5をつけた作品でした。結構ね、同じ作家さんが多かったりとか、あと物語の傾向的にも結構重めではある作品が多いなと思う。そういうのがやっぱり自分は好きなんだなっていうのが再確認できましたね。なので今まで読書 Vlog とか上げてきてるんですけど、私と好み似てるかもなって思う人はぜひ読んだらハマるんじゃないかなと思います。こちらがまず小説部門の8冊でした。続いてはエッセイ部門の本を2冊紹介したいと思います。こちらの2冊になります。女2人暮らしています。キム・ハナ・ファン・ソヌの作品と、阿佐ヶ谷姉妹ののほほん2人暮らしです。エッセイも今年割と読んだんですけど、その中でも特にこの2冊がすごい読んでよかったなと思った2冊です。偶然にも女性2人の暮らしの作品2冊となりました。どちらも、友人同士なんですけど一緒に暮らしてるっていう2人の話で、まずこの女2人暮らしていますの方は、韓国人の女性2人が仲良くなって同居するに至って、そこからの暮らしの様子をエッセイとしてまとめた本なんですけど、今から10年くらい前に多分2人は一緒に暮らし始めたんですけど、その頃ってまだ今ほど多様性みたいなところってピックアップされてない時代だったと思うんですよね。なのでもうその時多分この2人は40近い年齢だったと思うんですけど、もう40になってもう結婚するでもなく女性2人で暮らすっていうのは結構周りから見ても世間的に見てもちょっと特殊な立ち位置だったのかなって思うんですけど、そういう中でも自分たちの本当に過ごしやすい環境というか、どうやって生きていこうかっていうのをそれぞれ考えて、2人で暮らすのいいんじゃないかっていう結論に至って、実際に暮らしていくっていうところがリアルに書かれていて、こういう選択肢もめちゃめちゃありだなって思わせてくれた作品ですね。実際住み始めるまでと住んだ後も良かった、楽しいっていうところだけじゃなくて、いろんな困難だったりぶつかる場面だったりもあって、そういうのも赤裸々に書かれているので、いい部分だけじゃなくて悪い部分も見せてくれたっていうところもすごく面白かったし、それも含めて本当に心から信頼して尊敬できる人と暮らせるっていうのはすごく楽しそうだなって思いましたね。別に人生に決まりなんてないなって思わせられました。はい。そこまで深く考えなくても、単純に2人の暮らしの様子を見るのも面白いと思うので、なかなかいい本だったなと思います。で、次がこちらの阿佐ヶ谷姉妹ののほほん2人暮らしですね。皆さんご存知阿佐ヶ谷姉妹のお二人のエッセイなんですけど、実際に阿佐ヶ谷で暮らす2人で、本当にもうタイトルにある通りのほほんとしてるんですよ。すごい本当に等身大で気取らずありのままを書いてくれていて、そこがすごく愛おしくも優しい雰囲気ですごくほっこりするのと、ご近所さんたちとの温かい交流であったり、あとは、この2人のすごいくだらないことで
言い合いしたり喧嘩したりするところもすごく可愛くてほっこりして、そういうのもクスッと笑える場面がすごくたくさんあったりして、心が緩むというか、なんかすごい安心するような読み心地でした。本当に気を張って疲れたなっていう時に読むとすごいいいんじゃないかなって思える作品ですね。はい、そんな感じでエッセイ部門はこの2冊でした。続いては実用書部門を1冊選んだので、そちらを紹介します。実用書部門はこちら、寂しい夜にはペンを持てです。こちらは一言で言うと、自分の心を書く練習をしようみたいな、そういうのを勧める内容になっていまして、日記とかそういうのってやってみたいけど何書いたらいいか分かんないやみたいな人も結構いると思うんですよね。私も結構そういう部分があって、なかなか書いてみても続かなかったりとかっていうのが今まで何度もあったんですけど、これを読んだことでそのハードルがぐっと下がったように感じました。2024年は私もモーニングページを始めたり、手帳も結構たくさん買って、日常的にいろんなことを手帳に書き記していくっていうのを習慣的にやるようになった年でもあります。そのきっかけというか、それが続けられたのもこの本読んだのが結構大きかったのかなって私の中では思っています。内容的には結構対話形式で進められているので、小難しい感じは全然なくて、すごく読みやすいです。スラスラ誰でも読めると思います。で、帯にもあるんですけど、この思ってることをうまく言えないそんなあなたへって書いてあるんですけど、書くことの何がいいかっていうと、自分との対話ができるっていうところですね。自分がどう思ってるのかっていうのを頭で思っててもなかなか言葉にするとうまく言葉にできなかったりすることってたくさんあると思うんですけど、書いていくうちにその自分との心の対話が広がっていって、自分ってこういうこと考えてたんだとか、書いていくうちに頭が整理できたり、ぼんやりとあった考えが深まっていったりっていうのがすごい書くことの効果として現れていくのを私も実感しました。そういう自己理解が深まっていくと、やっぱりいろんなものの見方とか日常的な考えの傾向だったりとか、そういうのが自分自身で理解していける、自己理解が深まっていくので、人生がより明瞭なものになるというか、自分の人生の視界が開けてくるような感じが書くことによって得られるんじゃないかなと思いました。自分を理解することっていうのは他人を理解することにも結構つながっていくのかなっていうのがあるので、すごくいろんな面でも書くことを続けるのはいいことなんじゃないかなと、これを読んでとさらに思いましたね。なので私はこれからも書く習慣っていうのを続けていきたいと思っているし、その習慣をこうして続けられていける手助けになるのではないかなと思っています。書くことを始めてみたいなっていう人は結構これを読んでみると取っかかりになるようなことがたくさん書かれているので、すごくいいんじゃないかなと思います。続いては漫画部門を紹介したいと思います。漫画もそんなに私めちゃめちゃ読んでるってわけじゃないんですけど、特に今年読んでよかったなっていう作品が2つあったので、その2つを紹介したいと思います。まず1つ目が君と宇宙を歩くためにという作品です。漫画は結構電子派なので、電子のこんな感じ、表紙こんな感じですね。見えるかな。はい、これ漫画大賞を受賞した作品なので
知ってる人も結構多いのかなと思うんですけど、今3巻まで出ててまだ途中なんですけど、この表紙の2人が主人公みたいな感じで、それぞれ全然タイプの違う2人なんですけど、それぞれ生きづらさというか生きていく上での苦しみみたいなのを抱えてる2人で、その2人が、ひょんなことから交流して仲良くなっていくような作品なんですけど、作中では明確に言葉として出てくるわけではないんですけど、おそらく発達障害の子と ADHD の子の話だと思うんですね。一見わからないけど、ちょっと人とは違う部分を持っているというか、それゆえに周りとうまくなじめなかったり、周りの人ができるようなことがなかなかできなかったり、そういうのがあってすごく生きづらいみたいなのを抱えている2人で、その2人が出会ってお互いに交流を深めていく中で、生きづらさと向き合っていったり、なんとかしてうまく生きれるように、そういうヒントをお互いからもらったりして、いろんな気づきを得たりしながら、なんとか頑張って日常生活を送っていって、お互いが出会ったからこそ今まで見えてなかった世界が見えたり、気づけなかった世界のある部分に気づけたりとかっていうのがあって、すごくグッときました。いろいろ人によってね、いろんな生きづらさを抱えているとは思うんですけど、そういう人たちは結構勇気をもらえたり、わかるなっていう部分があったりするんじゃないかなって思います。だからこのタイトルの君と宇宙を歩くためにっていうのも、もう宇宙って広くてそこが知れなくて、もう本当にわからないじゃないですか。そういう孤独と苦しみと寂しさを感じているような2人が手を取り合って交流を深めていくことで、宇宙の歩き方を知っていくみたいな、そういう意味だと思うんですけど、このタイトルは。なので生きづらさに対するアンサーではないですけど、希望みたいな、そういうのが見えてくるような、そんな作品じゃないかなと思います。3巻なのですぐ読めると思うので、よかったら読んでみてください。続いて2作品目です。それは宝石の国です。全13巻で2024年に完結した作品になります。ちょっと全部は画角に入らないので、とりあえず5巻までと最終巻の13巻だけ持ってきたんですけど、これもねすごくいい作品なのでぜひ読んでほしいんですけど、すごい絵も綺麗なんですよね。宝石たちの話なんですよね。この人の形を持っていて、宝石なんですけど、人間が滅んだ後の世界かな、舞台は。で、宝石たちが意志を持っていて、月人と呼ばれる人たちが空からやってきて、その月人たちと戦いながら日々を送ってるみたいな状況なんですね。ファンタジーっぽいので、世界観設定がこの無垢な存在である宝石たちなんですけど、そこに隠された秘密であったりとかが、どんどん解き明かされていって、どんどん結構鬱な展開になっていくんですね。なので結構巷では美しい地獄なんて呼ばれたりしています。世界観とかめっちゃ綺麗なんですけど、残酷みたいな、そういう雰囲気ですね。で、話も結構仏教をベースにしていたりして、仏教の考え方とか、私仏教詳しくないんですけど、そういうのを知った上で読むとまた面白いのかなと思ったりもします。なんか人間って結構醜いなみたいな思いも読んでるうちに出てきちゃったりもして、
なんか壮大です。本当に物語がちょっとうまく説明できないな。うまく説明できないんですけど、なんか壮大な綺麗な、それでいて残酷な話です。本当に人間って欲深くて罪深い生き物なのかもしれないなっていうちょっと感じましたね。好きな人はめっちゃハマる作品だと思います。なんか他にはない雰囲気を漂わせる作品だと思います。はい、これは最終巻ですね。ぜひ最後は自分の目で見届けていただいて、何を感じるかは人それぞれという感じで、はい、ぜひ読んでほしい作品です。続いて本じゃないんですけど、映画で1個すごく良かった作品があったので、そちらも紹介したいと思います。その映画は昨年末見たロボットドリームズというアニメ映画です。ここら辺に画像を出しておきます。この映画はもう本当に良くて泣きました本当にもうなんだろう泣きましたね。どういう映画かっていうと、まずアニメ映画で、それでいてセリフがない映画なんですね。最初から最後までセリフなしです。映像と、あとは他の効果音というか音声、セリフなくて内容わかるのとか感情とか伝わってくるのって思うと思うんですけど、全然問題なかったですね。もうセリフがないから余計いいまでありました。2時間近くある映画なんですけど、全然飽きることなく最後まで見ることができました。内容としては、ある犬が結構孤独を抱えている犬なんですけど、その犬がロボットを買うんですね。自分の友達になってもらうためにそのロボットを買って、犬とロボットの交流を描いた作品なんですけど、本当にお互いが優しくて、お互いを思いやってて、でもままならない部分とかもあって、本当に温かいんですよね。温かくて切なくて、でもこういう気持ちとか、こういう考え方、こういう行動、そういうのって忘れちゃいけないな、本当に大事だなって思いました。なんか特にそのロボットの方の優しさみたいなのがすごいグッときてしまって、相手の望みを叶えることだけが優しさじゃないというか、もっと大きな視点で物事を、世界を捉えての優しさというか、ちょっとうまく言葉に表せないんですけど、相手を思うからこそのこの行動みたいな、なんかそのなんか純粋な、なんかその純粋さというか、純粋な優しさというか、そういうのにグッときました。だから子供とかよりも大人の方がこの映画はグッとくると思います。日常生活に疲れて、人の優しさとか思いやりとかが見えなくなってしまっちゃった人とか、なんか人の悪意とかを感じて嫌になってしまっちゃった人とか、そういう人にぜひ見てほしいですね。だから心が浄化されます、本当に。これは本当に見てよかったなって思いました。なので大人にこそ刺さる素敵な作品なので、ぜひ機会があったら見てほしいです。ということで、以上が2024年の私のベストブックを部門ごとに紹介していきました。あとプラス映画ですね。映画も1作品紹介しました。ちょっと話すのがあんまり得意じゃないので、うまく伝わってる気が全然しないんですけど、それでもね、興味を持ってくれた方がいたら、ぜひ読んでみたり、映画を見てみたり
してほしいなと思います。2025年もたくさんいろんな作品に触れていきたいなと思っているので、 Vlog でも紹介していきたいと思っているので、2025年もよろしくお願いします。それでは動画はこの辺で終わります。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。